モギアの仲間です。今日は前回積み付けをした、南京ガンナの穴掘りの方をやっていきます。南京ガンナはこれですね。こういう風に両手で使うカンナで、それの穴掘りの方をやっていきたいと思います。で、積み付けの方は前の動画でやっているので、そちらの方を見ていただければと思います。では穴掘りの方をやっていきたいと思います。はい。まずここの穴掘ってもいいよと言っていたここにドリルを入れます。はい、でこれは上から半分下から半分ですね。でドリルを入れていきます。できるだけ刃口じゃない方、こっちじゃない方ですね。この前じゃなくて後ろ側の方に開けてください。というのもこっぱ返しのところを傷つけてしまうとあまり良くないので、できるだけ、後ろの方で穴を開けます。はい。で裏返して今度裏からも開けます。で裏もできるだけ後ろ側ですね。刃口じゃない方に入れるようにします。はい。この原寸でいうここの部分ですねに、穴を開けました。上からと下から。これが基準になる穴になります。今開けたのはこのスペースですね。ここに穴を開けました。でこれを、こういうふうにちょっとずつ取っていくという感じにします。すると大きくこの穴をめがけてこう左右に同じ深さでこういうふうに掘っていけば大きく角度がずれるということがないので、これを基準に掘っていくとすごく掘りやすいです。なのでそのために穴を開けました。で注意はやはりここのこっぱ返しで内側に入ってくるので、刃口のところではまっすぐ開けちゃうとこっぱ返しのところがなくなってしまうよというところがあるので、そこを気をつけてください。では、裏からちょっと裏に、少しだけ穴を開けます。まずこれも繊維方向、こっちですね、横側の方を、これは刃の幅から4ミリ入ったところですねにの繊維方向にのみを入れます。で、刃口の手前の、11ミリいったラインですね。ここにのみを入れます。反対側刃の厚みのところですね。でここを少しだけ取ります。深さ的には、だいたい1ミリ2ミリぐらい穴を掘りました。で次裏返して表を掘っていきます。まずこれも繊維方向を切ります。刃の幅から4ミリ入ったところの隅から1ミリぐらい内側でのみを立てます。でこっち側の、こっぱ返しのところですね。こっぱ返しのところも、隅から2ミリぐらい入れたところに軽くのみを入れてください。でこの穴にめがけて、両方取っていきます。でこれも取ったら繊維方向のみを入れて、これも斜めに入れるようにしてください。ここまっすぐではなくて斜めにこういうふうにこう斜めなので、こう入れるのではなくて深く入れればこうです。斜めにのみを立ててください。
こっち側、刃の裏の方は、こっち側ですね。こっち側はここの刃の厚みのプラス1ミリの腰ぐらいで取ってしまいます。でこの時もここの繊維方向を切るのを忘れずに入れていきます。まだ貫通しないですね。これぐらいまで穴を掘りました。こっち側は1ミリぐらい残していて、まだ貫通してないです。で、こっち側、ここが、この厚みが、この刃の裏のここのラインと、ここは、直線で結ぶはずなので、ここの厚み分まだ角度が緩いということになります。これも1ミリ強、1.5 ミリぐらい残すイメージで角度をつけていきたいと思います。こちらですね。こっち側の刃口の、コッパが出るところ、カンナくずが出るところとコッパ返しの方は、大体もうこれでいいかなというところまでこれにしておきます。あとここですね。表なじみの方だけちょっと取ってきます。今粗彫りが大体できました。まずはこれぐらい貫通したところですね。でまだここが厚み2ミリぐらいですねあるんですが、でこっち側も1ミリちょっと残ってる感じです。というところでまずはここまで掘ってから少しこの側面ですね、側面ここをきれいに掘るのと、あとここのカンナくずが出るところと、コップ返しのところ、ここをまず一回きれいに仕上げます。でそれを取ってからノコ引きの方を入れて、押さえのところですね、ノコ引きを入れて、カンナの刃の入れて調整していくということをやっていきます。まずここですね、この横の方をきれいにしていきます。今墨から1ミリぐらい内側で入れてるんですが、でそれを墨のラインで入れていきます。で墨ちょっと取るぐらいですね。というのもこのノコギリ、押さえを入れるときにこのノコギリを使いたいんですね。でこれ斜め引きの、カンナのこの押さえ溝っていうのを引く専用のってことはないんですけど、引くためのノコです。でこれ幅25ミリなんですよ。で今墨つけた状態でぴったり25ミリなので、まあちょっと取るぐらい
でこのノコがギリギリ入るぐらいまでちょっと取りたいなと思います。墨のラインで軽くのみを立てて、それから少しずつ取っていきます。これ先にこの際ののみを入れとかないと取りづらくなっちゃうので、のみを立てづらくなってしまうので、先に墨のラインで一回のみを立ててからちょっとずつ取っていくということをやります。今この横の部分の方をきれいにした状態です。こっちとこっちですね。でこれから、今度このカンナくずが出るところとこっぱ返しの方を取ってきます。これが、ガイドになってます。でこっちが65度になっていて、こっちが71度になっているものです。で、まず60歯口からいきますか。歯口の71度を取ります。これもいきなり墨ぴったりでいくのではなく、何回かに分けてですね取っていきます。これをまず繊維方向を切るのを忘れずに。はい。で、南京ガンナ自体は歯口ここどうせ真鍮後で入れるので、そんなに歯口シビアでやる必要はないのですが、まあ一応基本的な説明ということで今作っています。歯口を取ったら今度回して、こっぱ返しの方を取ります。こっぱ返しの方が65度のガイドにします。こっぱ返しじゃないや、カンナくずが出るところですね。
で次ここのノコ引きですねを入れていきます。はい。この刃口の先端と角でこういうふうに差し金を入れて線を引きます。多分カンナ作りで一番大事なところってここのノコ引きのところだと思います。あと、この刃の入るこっちの方の方を取ったら今度反対側ですね、奥の方もノコを入れてあげます。でここ本当は細い一部の伸びでここ取りたいんですが幅が狭すぎてノコが入って伸びが入りません。なのでこういう時はノコ切りですね、これ引き回しでここを取っていきます。こういう感じでもうノコで溝をつけていくという感じですね。これ以上細いやつになると金切りノコですね、金切りノコすごい良かったです。で反対側次カンナのここですね、刃の入る表なじみのところを取っていきます。で南京ガンナはここ R 作るのでこういうふうに R を作るので刃のここの台の部分が薄くなるので、まあ、刃が3ミリ手前ぐらいで、一旦やめたいと思います。まあ、ここ鉛筆でマークをつけて鉛筆の芯のつけてグッと入れて当たっているところを見て取っていくということをやっていきます。これが僕のカンナ調整用ののみでこれ100均で買ったのみですだそうです。もらったやつなんですけど、でここをグラインダーでがっつりガーッと削ってここをわざとギザギザにしています。でそれでやるとスクレーパーのような感じで削れるので調整がしやすいと。のみだとどうしても取れすぎたりとか極端に取れるのでいい感じに取れすぎないという感じです。こういうふうに入れている時にこの刃が斜めに入っていかないかは気をつけてください。今ちょっと斜めに入ってたのでこっち側が取りすぎててこっち側が当たってるっていうことですね。だから鉛筆の当たりだけ純粋に取っていっても斜めに当たってってたら意味がないというか困るので
いう時はこっち側を主に取っていくと。あった、ここですね。今ここ黒いのが、ここに黒いのがあるんですよ。多分ここが当たっていて、ここばっかり見ていたらここが当たってるっていうのを見落とすんですよね。この奥のここ。そういうところも気をつけてください。で、ここまだ飲みが入らないので、ノコで削り取ってる感じに。さっきの斜めはだいぶ良くなりました。あとここも光がちゃんと漏れてるか、ここですね。ここも光に当てて光が出てるかどうかをチェックしながらいきます。あとやっぱちょっとここが当たってるんですよね。なのでここの角の方ちょっと取ります。今で刃が出るところまでの5ミリぐらいですかね。5ミリぐらいです。もうちょっと取りたいと思います。はい、まあ一旦これぐらいで、あと3ミリぐらいで出てくると思うので、まず一旦これぐらいにして、刃の全体の形ですね。南京ガンナのこの R のところを作ったり、持ち手のところですねの方を加工してから、最後仕上げですね、最後の仕込みのところをやっていきたいと思います。ちょっとまだこの R 取った時にどれぐらい刃口取られるかがまだちょっと見えてこないので、ここの R の部分がここの刃口のここを0になるように R で作るんですが、どうしてもペーパー最後に仕上げてる時とかにここがどんどん減ってってしまうので、今の時点で結構ギリギリまで仕込んじゃうとちょっと緩すぎたなっていう話とかになるので、まずは一回これぐらいでやめて形作ってからですねやりたいと思います。